はじめまして、株式会社ブーストリで CT をしております、アソシエイトと申します。本日は、弊社のご紹介と弊社がメインとなって運営を行っているコンソーシアムブロックチェーン IBET についてご紹介したいと思います。まず、ブーストリ社についてご紹介するとともに、弊社がブロックチェーン技術を利用してどのような課題解決を図ろうとしているかについてご説明したいと思います。株式会社ブーストリーは、野村ホールディングスと野村総合研究所のジョイントベンチャーとして立ち上げられた会社です。弊社は、ブロックチェーンを中心とした先進的な技術を活用して、新しい資金調達のスキームを構築する目的で設立されています。およそ1年前の2019年9月に設立されています。会社名の由来ですけども、ブーストユートアイという言葉を省略した造語です。挑戦者を後押しする資金調達のプラットフォームを作っていきたいという思いが込められています。弊社のミッションですけども、すべての権利をデジタル化し、シームレスに利用ができるようにすることです。で、その上で、挑戦者と支援者を直接的に結びつける仕組みを実現したいと考えています。主な事業としては、コンソーシアムブロックチェーン IBET の運営、構築と、その上でのプロダクト開発およびサービス提供を行っています。その他の直近のトピックとしては、新たに SBI ホールディングスに出資していただくとともに、今後 SBI 様に弊社のプロダクトを利用していただく予定となっております。弊社は新しい資金調達の仕組みを構築することを目指していますが、現在の特に日本の資本市場が抱える課題について大きく2つ存在すると考えています。まず、調達コストが高いことです。1回の発行あたりにかかる時間とお金のコストが高くなっています。でそのため、収益性が高い事業や、大規模な資金調達のみ利用できる仕様となっています。でもう一つはお金で解決できない課題です。それは、ファンの獲得です。資金調達したお金は製品やサービスの開発に充てられるわけですが、お金があったからといって良い製品が生まれるわけではありません。資本を価格のファン化に、効率的に使えてこそ、価値のある資本市場と言えると我々は考えています。弊社が考えるアプローチですけれども、資本市場にアクセスしやすくする。例えて言うならば、インターネットのように資本市場を手軽に利用できるようにすることで、先ほどお話した課題を解決できると考えています。この課題解決のアプローチにブロックチェーンの技術特性がフィットすると我々は考えています。一つ目のアプローチが相対性です。資金調達者と、投資家が直接つながることで、調達コストは下がると考えられます。ブロックチェーン技術のピアツーピアの特性が活かせると我々は考えています。2つ目が、即時性です。取引と、権利行使における即時性になります。ブロックチェーン、特にイーサリアムベースの技術を活用したユニバーサルアクセスの実現により、資金調達の時間コストを下げることができると考えています。最後に自由な商品設計です。スマートコントラクトという強力なツールによって、より機能性と利便性の高い権利の流通が可能になると我々は考えています。弊社では、ブロックチェーン上での権利のデジタル化によって、資本市場に新しい機能を提供しようというふうに考えています。2つありまして、1つはオンデマンド×金融です。資金調達者と投資家を迅速かつ直接につなぐことにより、いつでもどんな金額でも資金調達を可能にしたいと考えています。これは自己報酬と呼ばれる資金調達のスキームなんですけども、権利のデジタル化によって、これを安心安全に実現する仕組みを構築していきたいというふうに考えています。で、2つ目がファン作り×金融です。こちらは金融をマーケティングツール化していきたいというふうに考えています。企業と投資家を直接つなぐことで、金銭プラスアルファのリターンが可能になります。企業はお金のつながりだけではなく、投資家及び顧客のファン化につながる施策も自由に打ち出すことになるというふうに考えています。
で、ここからは弊社がメインで構築、運営を行っているブロックチェーンネットワーク IBET についてご紹介したいと考えています。IBET ですけども、ブロックチェーン技術を利用した分散型の資金調達プラットフォームです。こちらは IBET の主な特徴になります。まず、IBET はコンソーシアムブロックチェーンです。現状は日本国内向けに限定して展開しています。クオーラムを利用したコンソーシアムブロックチェーンになっています。コンセンサスアルゴリズムとしてイスタンブール BFT を利用しています。コンソーシアム参加企業が、ノンバリデータノード、として、ネットワークに参加します。参加企業が自身のノードを運用する形態です。次の特徴として、日本の法令に遵守する形で、2つのネットワーク、IBET と IBET for Fin というネットワークが存在しています。IBET の方は、あらゆる企業が参加可能なネットワークになっていまして、こちらは主に金融商品以外の権利、我々はユーティリティトークンと呼んでいますけども、こちらが流通するネットワークになっています。IBET for Fin の方ですけども、こちらは金融機関のみが参加可能なネットワークになっています。こちらは二次流通に金商業ライセンスの中華を必要とする商品が流通します。いわゆる金融商品です。最後に、最後の特徴として、IBET 上で必要な多くの機能というのが、オープンソースで開発されており、それらの利用が可能です。弊社はコンソーシアムの一参加企業として、IBET 上で利用される主要な機能をオープンソース開発しています。補足になりますけども、IBET は、企業はネットワークに参加する許認可型のブロックチェーンネットワークになっています。イスタンブール BFT による、バリデータ、ノンバリデータ、我々としてはジェネラルと呼んでいますけども、こちらのバリデータジェネラルの2層構造をとっています。企業はジェネラルノードとして参加しています。そのため、コンソーシアムのガバナンスに基づき、参加離脱が容易に可能になっています。現在はブーストリーのみがバリデータの役割を担っています。ただし、将来的には複数企業での共同運営というのを想定しています。IBET は、金融商品が流通するプラットフォームですので、金融システムとして将来にわたって安心して使えるプラットフォームである必要性があります。そのため、ブーストリーという企業が存在しない状態であっても、永続的に運用可能なネットワークというものを我々としては施行しています。で、こちらのコンセプトを実現するにあたり、ネットワークの分権性を高める必要性っていうのがありました。ただ一方で、スループットやファイナリティなど、迅速な権利流通を実現するために必要な機能性が、必要でした。そのバランスを考慮した上で、我々はクオラムおよびスタンブール BFT のコンセンサスアルゴリズムを選択しています。はい。弊社では、新しい仕組みを実現する上で、企業だけでなく、個人投資家にとって魅力的なプラットフォームである必要性があると考えています。IBET では、ユニバーサルアクセス可能な金融システムを個人投資家に対して提供していきます。金融資産取引機能をスマートコントラクトとして提供することで、ユーザーがネットワーク上のどこからでも金融システムに接続できる利便性を提供していきたいと考えています。そのため、現状の IBET では、クオラムのエコシステムの一部である秘匿トランザクションを利用していません。基本的にアセット及びその残高というものは、公開のものとして取り扱うこととしています。ただし、やはりプライバシーに対するニーズも、想定されます。で、そのため、弊社ではユニバーサルアクセス性を犠牲にしない方式で、秘匿か、権利証明に関する研究というのも並行して行っています。将来的にこれらの機能についても IBET の参加者が誰でも利用できるように公開していきたいと考えています。最後の特徴で述べたオープンソースに関してです。弊社では IBET で利用可能な基本機能を OSS として開発しています。トークンとしては4つの規格を規定して開発を行っています。また取引機能として、OTC 取引やオンチェーンデックスのコントラクトなども OSS で提供しています。
コントラクタだけでなく、上物のアプリケーション、ライブラリについても OSS 開発提供を行っています。今後も IBET ネットワークの活性化を目指して様々な OSS 機能を提供していきたいというふうに考えています。こちらの資料は補足になりますけども、弊社の OSS では、ネットワーク参加のモデルを5つのロールに分けて定義しています。現状、IBET 上で法定通貨決済に利用できるトークンの発行というのはされていませんので、オフチェーンでの円決済を想定しています。でそのため、あまり理想的な状態とは言えないんですけども、間には決済業者が挟まる形態を想定しています。バリデータ発行体、決済業者、投資家向けのウォレット事業者、そして OSS のコミュニティのロールがそれぞれネットワーク上の機能を提供することで、全体のシステムがシームレスにワークするっていうような仕組みを提供しています。で、一企業で複数のロールを兼ねるということも想定されます。先ほど申し上げた OSS の機能群については、これらのそれぞれのロールが利用する基本機能になります。はい。で、IBET 上の参加者は、OSS を活用して自身のシステムを構築することが可能です。ただし、IBET コンソーシアムでは参加者が利用するアプリケーションを厳格に規定することはせず、参加者側の選択の自由度を持たしています。そのため、すべてインハウスで開発してネットワークに参加してくることなども、コンソーシアムとして共有しています。はい。ここまでが IBET のご紹介でした。最後に、ブーストリ社で提供している OSS 以外のプロダクト及び事例についてご紹介したいと思います。はい。まず、今年の3月に、野村総合研究所さんと共同でブロックチェーン社債の発行を IBET 上で行いました。こちらは専用のアプリケーションを構築し、投資家が発行企業から直接購入する死母の形態での販売を行っています。並行して野村証券を引き受け会社として、投資家への販売も行っています。この事例はブロックチェーン上での社債発行として日本で初めての取り組みであるということと、非金銭のリターンを付与した社債であるということが特徴です。この事例ですと、所定のカフェで利用できるデジタルなポイントというものを社債のリターンとして組み込みました。はい。次に株式型のトークンの事例です。株式型のトークンの事例として、不動産証券化のトークン化についても多く活動しています。こちらは今年の7月にケネディクス様、三井住友信託銀行様と共同で発行した、優先出資証券になります。こちらも、専用のモバイルアプリを構築し、ケネディクス様からの直販の形態で販売を行っています。また、限られた投資家間での、二次流通というものも実現しています。不動産証券については、まだまだ道半ばではありますけども、権利のデジタル化によって、より機能性、利便性の高い商品性の設計に取り組んでいきたいというふうに我々は考えています。次に、こちらは、ユーティリティトークンに関する事例です。弊社ではユーティリティトークンのうち、企業などが発行する会員権やチケットなどの商品を、個人会で売買できる、モバイルウォレットを開発、提供しています。トークンの売買であったり、チケットの利用、トークンの譲渡などの基本機能のほかに、特定のトークンの保有者のみが利用できるコンテンツなども合わせて提供しています。将来的に企業とファンが、より密接にコミュニケーションができる場というものを提供していきたいというふうに考えています。こちらはブーストリーが、提供しているサービスになりますけども、内部的に IBET 向けの OSS が利用されています。はい。で最後の、話になりますけども、最後にセキュリティトークン、金融商品に関してです。弊社では金融機関にてセキュリティトークンの取り扱いを可能とするパッケージシステムの開発、導入を行っています。いわゆるエンタープライズウォレットのシステムでして、投資家の鍵管理のほか、証券会社として必要な機能っていうのを、組み込んだシステムになっています。
こちらは SaaS 型の提供ではなくてですね、金融業界のリスク統制を鑑みて、証券会社が管理するインフラ環境に導入するようなものになっています。現在、複数の証券会社へ導入プロジェクトが進められています。はい。ブーストリーからの紹介は以上になります。ご清聴ありがとうございました。